様おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日またこんな環境なんですけれども、もうしばらく戻ります。ではですね、話が始まりますが、皆さん見ましたか？もう超楽しかった。もう、Q はやばかった。では早速アクションですね。始まります。まずはですね、前の輪で殺しためちゃ目がでかいやつ、ベホルダーって英語で言うんですけど、そいつの後ろになんと転移できるポータル、マジックポータルっていうのを見つかりました。そこにゴブリンたちがいることは分かった。そこから誰かが意図的に引っ張ってっていうことは分かったんですね。誰かが召喚してるっていうことは分かったんですね。であいつらに武器を渡してっていうことですね。で、思ったんですよ、その時に。あのソードメイデンの女ってさ、あいつ信頼できるのか？あいつなんかおかしいんちゃうって思ったんですよ。しかし、それをもう考える間もなくて、ゴブリンたちの襲撃が起こったんです。なんか俺のポケットに何が入ってるのか知ってんのかっていう、ちょっとリドル、謎解きゲームってあるんですけど、あれってもともとザ・ホビットなんか全く同じようなことが起こってて、で、マイポケットに何が入ってるかっていうと、ワンリングですね。ロード・オブ・ザ・リングスで、火山の中に投げるやつ。あれがポケットに入ってたんですよね。あの時のストーリー。だから、もしかしたら、ゴブリンスレイヤーもポケットの中に、ロード・オブ・ザ・リングのリングが入ってんちゃうかと思ったんですよね。で、まあ、それを横に置いちゃってゴブリンたちをめちゃめちゃ襲撃してくるんですよ。で、その時にエルフの女が、もうすっごい顔がやばくて、いやもうあの時にもうちょっとしたら私はどうなったのかっていう、ホラーを、思い出してることを分かっちゃうんですよね。やばい。昔のゴブリンチャンピオン戦ってる時に。で、クレリックの女が、おい、私、スペルまで1個しかないんだけど、やばくないって言ったら、必ずみんな死んでるよ。だってクレリックは、ワンスペルであんな大勢のゴブリンたちを殺すなんて、俺そんな想像力ないわ。みんな必ず死ぬ。俺も死ぬ。みんな死ぬ。はい。でもそこはゴブリンスレイヤーがね。で、パーティーのフォーメーションもなかなかのもんやし、ウォリアーが一人いて、レンジャー一人いて、クレリックは一人いて、魔法使いのドワーフは一人いて、あと、ドゥレイドなんかトカゲ人間がちょっとよくわかんないんだけど、あの人なんか魔法も使えるし、召喚できるし。うん。でもちょっとクレリックは弱いっていう欠点ですね。ではですね、ロード・オブ・ザ・リングスってさ、一部の映画で骸骨を井戸に落としてめちゃめちゃ、襲撃してくるんですよね。ゴブリンたちとかトロールたちとか。あのシーンにすごく似てて、必ず漫画家がそれを思ってて。だって、ホビットのレフェレンスも言ってたし、そのポケットに何が入ってるかみたいな。で、あの音のせいでめっちゃゴブリンが来るし、必ずあれリンクしてるからね。意図的に似せてるんですよ。まあ、いいことにね。これはパクリではなくて、彼はおそらくそのシーンがめちゃめちゃ大好き。だから入れてると思うんですね。では、アクションに戻ります。まずはですね、エルフガールがもうレゴラスになって、もうパパパーって、一気に3つの矢を跳ねてて、でも、ゴブリンたちはもう毒の矢をで打ち返してて、やっべみたいな。で、一回、実は殺されかけちゃうんですけど、なんか召喚のトカゲ人間が、パーンって盾で守るんですよね。もうすげえアクションかっこよくて、あと次はですね、めちゃめちゃでっかいゴブリンチャンピオンが入ってくるんですよね。まあ、ローダーズ・リングスって言ったら、トロールですね。入ってきて、そしてゴブリンスレイヤーがもうしゃあないから、俺が勝利すんでみたいな感じになって出るんですよ。そしたら、レゴラスの女がもう、いや、一本しかないって跳ねて撃つんですね。そしたらね、ゴブリンスレイヤーはもうバンバンバンっていろんなゴブリンを殺してる最中に、
奴らの矢を取って、ふわっ受け取れみたいなって投げるんですよね。やばい。もう超ファンタスティックアクションで、あと、ドワーフの魔法使いがもうかっこよくて、本当は魔法使いやんか。だから、なんかパンチとか弱そうなはずなのに、もうゴブリンたちをぶん殴って、もうパッパッパッって何人も、殺すし、そしたら、ゴブリンスレイヤーがもうその、集落のゴブリンたちの集落に入って、もうみんなをパッパッパッって殺すんですね。そうすると、後ろの、レンジャーも、ドワーフも、ちょっと、ちょっとやばいぞ、数やばいぞ、みたいな感じになってて、で、同時に、後ろに、ドロイドのトカゲ人間が、クレリックと一緒に、ポータルを取ろうとしてるんですよ。壁からガッガッガッって。そしたらですね、やっと取るんですよ。やっと取れて、おい、取れたぞみたいなで合図したら、みんなを一斉にバックアップするんですね。で、ゴブリンスレイがもうゴブリンチャンピオンから逃げてて、シュッって斧を投げるんですよね。バーってやられて、そして、ドワーフと、クレリックはスペルを離れるんですよ。で、ドワーフが、天井を砕けて、カーってめっちゃ落ちてきてね。で、クレリックがみんな守ろうとしてて、みんながポータルミラーの下に隠れるんですよ。そうすると、屋根の砕けによってゴブリンたちみんな死ぬ。で、本当はそのポータルの上に押すはずのものは違う世界に行くんですね。だから多分向こうの方でめちゃめちゃゴブリン殺されてんちゃうと思うんだよね。そしたらですね、その辺はもう終わっちゃうんですよね。で、その辺はもう終わっちゃうんですよね。そしたら、ゴブリンスレイヤーが配任も完了ですって、ソードメイドに戻るんですけど、おいてめえ、お前最初から分かってんちゃうかみたいなって言って、そしたら、なんなりと女は、そうだよって答えるんだよ。で、なんで知ってんのって言ったら、いや、みんなになんかその雰囲気で、聞いとこうと思ったのに、なんかお前がアホやし、素直に答えてくれたみたいなっちゃうんですよね。そしたら、ゴブリンスレイヤーが、まあ、なんで俺は疑ったかっていうと、道端の女を、殺してそのまま置くのはゴブリンのスタイルちゃうしとか言うし、そしたら、ソードメイデンは実はなんかミラの、ポータルのことも知ってるし、でゴブリンたちのことも知ってるし、であれらはなんか死んだ魔王の、やつらなんだけれども、誰も止めないし、しかし誰かを止めないといけないみたいな。で、そのソードメイデンはなんでできないかっていうと、もうすごい精神的なダメージがあって、なんか手足も出ないみたいな。もう見るだけで多分恐怖で。っていうことなんで、まあ、ゴブリンスレイヤーがちょっとかっこいいこと言って、俺はいつでもお前のゴブリン殺すぜみたいな。で、女が、私の夢の中でもって言って、ゴブリンスレイヤーは、当たり前だよって。俺はゴブリンを殺すんだ。俺はゴブリンスレイヤーだ。誰と思ってんだよみたいな感じ言って。そしたら、クルーたちは、じゃあふるさとに帰って、で、アイスクリームメーカーになるっていう話があって、そしたらもう、ハッピーエバーアフターっていうことですね。もう多分悪いことは起こらないっていう話です。まあ内心はおそらく彼らを離れすぎて、帰ったらみんな殺されてんちゃうとも思ってる。うん。牧場もういないぞ。もうゴブリンか何かに殺されてんでみたいな。彼はいつかゴブリンだけじゃなくて、どんなものでも殺さないといけないよみたいなことになるんじゃないかなって思っちゃうんですよね。他の外人の反応も見てきます。High Elf, no fire, no water, no explosion. Goblin Slayer, I will just bury them all. High Elf, Pah kick.
Next, at this point, it would be easier for High Elf Archer to write on a list the tactics the Goblin Slayer is authorized to use, and he'll still rules lawyer his way out of it. Next, if he ever decides to retire from goblin slaying, he could become a promising lawyer or politician. The first thing that came to my mind after watching that image was, "This is Sparta!" She has to agree with something at least. His tactics may be suicidal, but damn they sure work. はい、今日はそれで終わりなんですけれども、面白かったらいいね、またコメントもお願いします。では、おおきに。